この車のモデルと、値段をちょっと聞きたいんですけど、なぜこの車を買ったかっていう。商売を何やってるかって聞いても大丈夫ですか？何%ぐらい車の関係に使ってるっていう質問なんですけど、大体給料って聞いても大丈夫ですか？素直に言った方がいい。お願いします。Y de nuevo nos encontramos en la meca de los amantes del motor, Daikoku, uno de mis sitios favoritos donde entrevistar porque absolutamente todo el mundo me dice que sí y me encantan lo apasionados y lo abiertos que son estas personas de compartir sus gustos por los coches. Y que creo que puede ser un vídeo bastante curioso aunque no seas súper amante de los motores como yo, que no entiende prácticamente nada, pero puedo entender los raros y originales que pueden ser los coches que encontremos aquí. Mi nombre es Kai y me dedico a hacer este tipo de vídeos aquí en las calles de Japón y recientemente un poquito más y os agradezco un montón el apoyo que estoy teniendo últimamente, de verdad estoy demasiado contento. Suscríbete y ahora sí, dentro vídeo. この車のモデルと、値段をちょっと聞きたいんですけど、マセラティの MC20 チエロ3500万円。3500万円。はい。この車を買った理由はなぜって聞いても大丈夫ですか？これなんかこう昔日本でアニメでマッハ号っていうのがあって、あれに似てて、それでこれ欲しいと思って買ったんですよね。確かに。音変わるはず。いいよこれで。これで？車は日産のENR34 四駆モデルのスカイラインで買った時の金額は280万。これ実は AE86 トレノの後期なんで、前も後ろも後期だったんですけど、前期に変えて一応アニメのセカンドステージ仕様にはなってます。で350万しました。350万。はい。なぜこの車を買ったかっていう。もう本当小さい幼少期からイニシャル D 見てて、で小さい頃から夢だったっていうのがあって欲しかったって車が、1970年型のポンティアック GTO のザ・ジャッジっていうグレードの車です。で値段はそうですね、素直に言った方がいい。お願いします。買った時で1000万ぐらい、で今だったらもうちょっともっと上がった。今みんな古い車高いから結構ここら辺で見るのは日産とかトヨタの会社じゃないですか、日本の会社。なぜ海外の会社を選んだって聞いても大丈夫ですか？僕実は昔ナイトライダーっていうドラマがあって、子供の時にすごい好きで見てて、ナイトライダーに使ってたのがポンティアックっていう、ポンティアックでもやっぱり古い方が自分には合ってて、人と被んない車がやっぱりいいかなと。松田ユーノスロードスターです。お値段はちょっとすごく安い。内緒。内緒。でも普通はマーケットではいくら？マーケットだと多分300万円ぐらい。300万円。そう。でもこの車もう世界に1台しかない車だから値段がつけられない。なるほどね。そう。次の質問はなぜこの車を買っていろんなチューニングをしたって聞いてもいいですか？はい。この車買った理由はやっぱかっこよかったから。あとはやっぱり、夜のパーキングで目立つんだったら、光り物。S15 シルビアのスペック R で200万で買いました。200万。はい。そうですね。200万です。同じ。と R34 スカイラインですね。ちょうど自分が買った時は値段が上がってたんで、だいたい400万円弱ぐらい。車って何個ありますか？あんま言えないんで、言えるので、そう4台ぐらい持ってます。4台。はい。モデルを聞いても大丈夫ですか？GT3 ポルシェの3台とこれ。3台。GT ポルシェなぜ3台持ってるんですか？いやもうあれはもうマニュアルで運転が楽しいと、昔よくサーキットに行ってたんで。でそういう車が好きでしたね。あれも持って Z33 も持ってますね。Z33。これ以外の車はもっと持ってますか？何台か持ってます。何台？何個って聞いてもいいですか？4台持ってます。4台。GTO とあとポンティアックファイヤーバード、あとは日産のスカイラインと宮田の MX5 の日本版。すごいですね。お仕事何されてるかって聞いても大丈夫ですか？は自営業、会社経営。会社経営。はい。で大体給料って聞いても大丈夫ですか？給料今あんまり景気良くないですね。いい時は良かった。
あ、大体って聞いても大丈夫ですか？大体あんま言いたくないよね。言いたくないはい。何%ぐらい毎月その車の関係で使ってるかっていうかお金を、はい、大体どうかな。まあでも結構使ってます。お給料制じゃないけど守ってるお金のちょいちょい割と大きいところ使いますね。あんまり洋服とかは一切金かけてないんで、はい。じゃあ大体50%とかいやそんなかけないけどね。はい。家族もいるんで、はい。仕事は工場で働いてます。給料は大体17万ぐらい。何%ぐらい車の関係に使ってるっていう質問なんですけど、あ、でもガソリン代とか入れるとそのぐらいになっちゃうかな。50% ぐらいになるかな。仕事は印刷の工場勤務、だいたい月20万25後半ぐらいで給料の何%ぐらいは車に使ってるか。 70% です。だいたいそうです。だいたいもうぶっ込んでます。普通の会社員、サラリーマン、給与でいうと500万ぐらいですかね。500万60% ぐらいは使ってるんじゃないかなきっと。結婚してないから。商売は僕バイク屋さんの社長やってます。まあ大体月で50万円ぐらいですかね。給料の多分 80% 以上は車ですかね。今トラックのドライバーやってます。トラックだよ。はい、30前後ぐらいはもらってます。4分の1ぐらいは使ってるんじゃないですかね。25%。外国人問題あったりしてるじゃないですか。京都の方とか結構なんか高速とかでなんかいろんなぶつかっちゃうとか、その外国人がタクシーで来て帰れないとか歩いたりしたり、そういう関係で自分は大国通ってる方としてどう思いますか？タクシーで来て降りちゃうのは確かに危ないけど、どうせなら仲いい人に乗っけてきてもらうとか、そう手段確保した状態で来ればいいのになっていうのは思いますけど。いやこうやって写真撮ってもらったり注目してもらうのはむしろ嬉しいから。でもなかなか来づらいですよね。皆さん旅行の人は来づらいから、大変だなと思いながらいいルートができるといいですよね。僕自身は結構目立ちたがり屋なんで写真とか撮ってもらったりするとすっげえ嬉しいです。ここに来る外国の人はみんなお行儀だからマナーとかは悪くない。みんな車が好きで来てるから、なんか外国のその母国のお土産だよって言ってチョコレートを配ってくれたり、だからすごくみんな楽しんで来てるからすごく素敵。ここに来る人たちはみんな素敵。この車はドリフトを始めた人がいたじゃないですか。なんですか名前？じゃあ健一。はい。健一はドリフトやってたじゃないですか。ストリートとかでも今の日本ではストリートでこういうなんとかドリフトとかやる人とかレースとかやる人とかって結構いますか？それともそんなことない？でもやっぱ会場とかなんていうんですか、富士スピードウェイとか行ったら結構いっぱいドリフトとかしてる。でもやっぱ流行ってんのかなっていうか。ドリフトもやってるって言われたので、そうドリフトを見れる場所とかってなんかおすすめとかってありますか？サーキットだったらやっぱ筑波サーキットと。ストリートって日本では結構まだやってる人はいますか？どうだろう。自分はやんないんで、まあいろいろ動画とか上がってるのを見ると、まあやってる人はまだいるんじゃないですかね。だってその辺でやってますからね、よくここ大国の隣やってるからまだいるんじゃないですか。でなんか初音ミクですよねが好きですか？はい、好きです。なぜ昔からなんか好きなんですよね。いろんな歌があるので、やっぱいろんな歌聴いてそこから好きになった感じです。はい、初音ミクってなんか海外でもニュースがあったと思うんですけど、なんか誰かが結婚したっていう話がありましたよね。ありますけど僕は気にしてないですね。自分は結婚したいとは思いますか？いや僕は思わないですね。思わない。ゼロ。あんまり女性の方が運転してるのがあんまり見ないじゃないですか。それは自分はなぜだと思いますか？多分ここに来る人はだいたいやっぱりマニュアルのスポーツカーかドリフト車か、あとは高級車ってなるとやっぱりどうしてもマニュアルを運転できる女の人がいない
からで私もマニュアルはこの車が来る前に取ったんで、それまでずっとオートマでだからやっぱり何か運転したい車がないとマニュアルは取らないでやっぱり女の人はあんまり車に興味ない人が多いですね。悲しいね。悲しいね。Espero que os hayáis gozado este vídeo como lo he gozado yo haciéndolo y he hecho un par de contactos que creo que pueden ser muy interesantes para el canal y para desarrollar un vídeo espectacular. Así que si os gustaría ver más esto desde dentro, desde el inside, lo más puro del drift y tuning japonés, déjame en los comentarios, suscríbete y como siempre, watashi no nama wa Kai desu. Mata tsui no video de aimashou. Sayonara.